札幌市からこんにちは。札幌観光、絶対に失敗したくないあなたへ。今回は今日から使えるたぬき工事の歩き方をご紹介します。とその前に、スタート地点はなぜか創成川。なんで川からと思いましたよね。実はこの創成川、江戸時代の終わり頃に大友亀太郎がわずか4ヶ月で掘り上げた用水路なんです。その時代は重機なんてもちろんありません。スコップと人の力だけで完成させた、まさに開拓者魂あふれる大工事でした。この川は大通公園とともに札幌の街づくりの基準となった札幌誕生の原点ともいえる場所なんです。札幌の街の位置関係は、創成川を基準に北へ向かうと JR 札幌駅、その南にはテレビ塔がシンボルの大通公園が広がります。さらに南へ歩くと、今回ご紹介するたぬき工事商店街、そしてたぬき工事を抜けると北海道最大の歓楽街すすきのがあります。つまり札幌の人気スポットは、札幌駅、大通公園、たぬき工事、すすきのと南北に一直線に並んでいるんです。この位置関係を覚えておくと、札幌観光がぐっと分かりやすくなりますよ。そんな歴史を感じながら、創成川から東西およそ900メートル、全天候型アーケードのたぬき工事商店街を歩いていきましょう。たぬき工事1丁目、レトロと最先端が混ざり合う起点。まずは1丁目、老舗のハンコ屋さんや仏具店が並ぶどこか懐かしい雰囲気と思いきや、そのすぐ隣にはおしゃれなカフェや新しいショップが並びます。このレトロと最先端が自然に共有しているのがたぬき工事ならではの魅力です。ここはカレー屋さんですが、北海道らしくラム肉を合わせることができます。スパイシーなカレーとラム肉の相性は抜群で、旅気分もさらに盛り上がりますよ。そして散策のお供にはマーメイドコーヒーロースターズの自家焙煎コーヒーがおすすめ。テイクアウトしてたぬき工事を歩けば、ちょっと贅沢な朝の散歩が楽しめます。さらにスイーツ好きなら見逃せないのがマジサンド。パティシエが本気で作るフルーツサンドをコンセプトにした専門店で、ショーケースには旬のフルーツをたっぷり使った思わず写真を撮りたくなる色鮮やかなフルーツサンドが並びます。パンやクリームにもこだわり抜かれていて、その味わいはまるでケーキのような贅沢さ。見た目も華やかなので、食べ歩きはもちろん自分へのご褒美スイーツにもぴったりです。それでは2丁目へ向かってみましょう。たぬき工事2丁目、伝統の味から最新グルメまでが集う食のパラダイス。続いてやってきたのは2丁目。ここ2丁目は長年愛される老舗から話題の新店までが集まる、まさに食のパラダイスです。まずご紹介するのは2022年にオープンした食の複合施設、たぬきこみち。北海道各地の人気店が約20店舗集まり、まるで国内型のグルメ横丁のようなスポットで、豪快な海鮮丼が人気の始発鮮魚店。秘伝のタレで味わう元祖滝川、花尻ジンギスカンなど、一度に北海道グルメを満喫できます。ここにはたぬき工事の歴史を体験できる
VR コーナーや移設されたたぬき神社もあるので、お腹を満たした後でも楽しめますよ。そして2丁目を語る上で外せないのがビアホールライオンたぬき小路店。1914年創業、100年以上の歴史を誇る北海道最古のビアホールです。クラシックな店内を味わう1杯目のおすすめは、伝統の一度継ぎで提供される札幌生ビール黒ラベル。一気に注ぐことで余分な炭酸が程よく抜け、きめ細やかな泡とすっきりした喉越しが楽しめます。ビール好きなら一度は味わっておきたい一杯です。ちなみに札幌ビールのトレードマークであるこのマーク、実はこの星は明治時代に北海道開拓を担った開拓使のシンボルだった五稜星が由来なんです。五稜星は北極星を表し、開拓者が進むべき道しるべという願いが込められていました。時計台や赤レンガ庁舎など札幌の歴史ある建物にもこの赤い星マークを見ることができます。札幌観光ではグルメを楽しみながら星マーク探しをしてみるのも面白いですよ。さらにこのビアホールの地下には本格炭火網焼きジンギスカンが楽しめるたぬき小路山小屋もありますので、お酒と一緒に北海道らしい味覚を満喫できます。そして忘れてはいけないのが道民のオアシスセイコーマート。北海道限定のお菓子やドリンク、ホットシェフの商品まで手軽に楽しめるので、散策の途中で立ち会うにもぴったりです。新しい北海道グルメを味わうのもよし、100年以上続く伝統の味を楽しむのもよし、2丁目は北海道の美味しいと歴史がぎゅっと詰まったとっておきのエリアです。それでは続いて3丁目へ向かいましょう。たぬき小路3丁目、歴史の始まりと最新のランドマークが交差するたぬき小路の中心。さあ続いてやってきたのが3丁目。この3丁目周辺はたぬき小路商店街発祥の地として知られるエリアです。歴史は1869年頃まで遡り、この界隈に商家や飲食店が立ち並び始めたことが現在のたぬき小路の始まりと言われています。そんな歴史のある3丁目ですが、今ではショッピングにもとっても便利なエリア。松本清や国民ドラッグなどドラッグストアが軒を連ね、薬や化粧品、日用品を求める観光客や地元の人でいつも賑わっています。そして2023年に誕生したたぬき小路の新たなランドマークがもゆく札幌です。ちなみにもゆくとはアイヌ語でたぬきという意味。たぬき小路にぴったりの名前なんです。館内にはロフトやソニーストア、スタンダードプロダクツなど人気ショップが並び、お買い物を思いっきり楽しめます。さらに4階から6階は都市型水族館アオアオ札幌があります。街のど真ん中でペンギンやクラゲなどの海の生き物たちに出会える札幌でも人気の新スポットです。そして地下2階のもゆくダイニングも見逃せません。札幌ビール直営のビアバーザ・札幌スターズなど
ランチからディナー、ちょい飲みまで楽しめるお店が揃っています。歴史あるたぬき工事の面影を感じながら、最新のショッピング、水族館、そしてグルメまで満喫できる3丁目。札幌の昔と今を一度に楽しめる、ぜひ立ち寄ってほしいエリアです。さらに地下街ポールタウンと直結しているのも大きな魅力。ここから地下を歩けば、すすきのはもちろん大通り、札幌駅まで雨や雪に濡れることなく移動できます。特に冬の札幌観光ではこの地下ルートが大活躍しますよ。地下街についての関連動画は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。それではさらに賑わう4丁目へ向かいましょう。たぬき工事4丁目、札幌で一番賑やか、ショッピングと定番グルメが詰まったメインエリア。さあやってきたのは4丁目。ここは駅前通りに面したたぬき工事でも最も人通りが多く、待ち合わせ場所としても親しまれているメインエリアです。市電のたぬき工事停留場からも歩いてすぐというアクセスの良さも魅力ですね。そんな4丁目でひときわ存在感を放っているのがメガドンキホーテ札幌たぬき工事本店。北海道最大級のディスカウントショップで、なんと24時間年中無休で営業しています。日用品やコスメ、お菓子、家電まで何でも揃うので、買い忘れたという時にも頼れる存在です。そして北海道土産で迷ったら立ち寄りたいのがお土産の店、拳屋札幌店。札幌市内最大級の品揃えを誇るお土産専門店で、白い恋人やジャガポックルなどの定番メーカーはもちろん、ラーメンや地酒、かわいい北海道雑貨まで幅広く揃っています。さらに4丁目はがっつり食べたいという方にもぴったりなグルメスポットが充実しています。地元の人にも長年愛されている町中華の名店、中華料理華州。名物のあんかけ焼きそばをはじめ、本格的な町中華をリーズナブルに楽しめます。お肉を思いっきり味わいたいなら、炭焼きステーキビーフインパクトへ。炭火で香ばしく焼き上げたボリューム満点のステーキは食べ応え抜群。カウンター席もあるので、一人旅でも気軽に立ち寄れます。そして食後のデザートは別腹ですよね。おすすめはティーノックザカフェ札幌 T4。アパレルライフスタイルブランドが手掛けるカフェで、オホーツククンネプ町の生乳を使った濃厚なソフトクリームが人気です。ショッピングもお土産探しも北海道グルメもスイーツも、とりあえず4丁目へ行けば間違いない、そう思えるほど魅力が詰まったたぬき工事を代表するエリアです。それではお腹も心も満たされたところで、少し落ち着いた雰囲気が漂う5丁目へ向かいましょう。たぬき工事5丁目、隠れた名店と路地裏グルメが魅力のディープな散策エリア。さあ続いてやってきたのは5丁目。ここは一見すると落ち着いた雰囲気ですが、実は裏路地やビルの上階に個性あふれる名店が点在する知る人ぞ知る散策エリアなんです。歩いていると、こんなところにこんなお店がという発見があるのも5丁目の魅力。そして5丁目といえばドラッグストアの激戦区。大黒ドラッグやツルハドラッグ、サツドラなど大型店舗が並び、お得にお買い物を楽しむ観光客でいつも賑わっています。海鮮丼専門店寿司丼は、丼から溢れそうなほど新鮮なネタが豪快に盛り付けられ、見た目のインパクトも抜群。思
思わず写真を撮りたくなる北海道らしい贅沢な一杯を味わえます。がっつり食べたい方には札幌餃子製造所もおすすめ。北海道産の食材を使った大粒餃子や名物のザンギは食べ応え抜群。夜遅くまで営業しているのでディナーにはもちろん飲んだ後の締めにもぴったりです。お腹が満たされたらシープラへ。店内には約700種類ものカプセルトイが並び、北海道限定デザインやユニークなガチャガチャも盛りだくさん。旅の記念に一つ回してみるのも楽しいですよ。裏路地を歩けば思わず名店に出会い、ビルの中を覗けば新たな発見がある。そんな宝探しのような散策が楽しめるのが5丁目の魅力です。それでは昭和レトロな雰囲気が色濃く残る6丁目へ向かいましょう。たぬき工事6丁目、昭和レトロなたぬき工事市場へ。昼と夜で表情が変わるディープな穴場。さあ続いてやってきたのは6丁目。ここは90年以上の歴史を持つたぬき工事市場を中心に昭和レトロな雰囲気が今も色濃く残る知る人ぞ知る穴場エリアです。昼間は比較的落ち着いた空気が流れていますが、夜になると小さなお店に次々と明かりが灯り、お酒と美味しい料理を楽しむ人々で一気に活気づきます。そんな6丁目のシンボルが90年以上の歴史を誇るたぬき工事市場。細い路地には個性豊かな飲食店が軒を連ね、戦後の市場文化の面影を今に伝えるたぬき工事でも特にディープなスポットです。予約必須の人気餃子店キリン、香ばしいもつ焼きが自慢の大衆酒場稲荷、さらに焼肉やホルモンの名店まで勢ぞろい。気になるお店を何軒も巡るはしご酒を楽しむにはこれ以上ないエリアです。そして散策の合間に甘いもので一休みするなら札幌新倉屋本店がおすすめ。1960年創業の老舗和菓子店で、看板商品の花園団子は国産うるち米を 100% 使用したもちもち食感が自慢の一品です。2階にはレトロな喫茶スペースもあり、ゆったりとした時間を過ごすことができます。さらにラーメン好きなら絶対に外せないのがキライト。札幌味噌ラーメンの名店ですが、初めて見る人はきっと驚くはず。ラーメンよりネギの方が多いのではと思ってしまうほど、丼いっぱいに盛られたネギが圧巻なんです。シャキシャキのネギとコク深い味噌スープの相性は抜群で、一度食べたら忘れられない一杯になりますよ。昼はレトロな街並みを散策し、夜はたぬき工事市場ではしご酒。同じ場所なのに時間帯によって全く違う表情を見せてくれるのが6丁目の魅力です。それではアーケードが続くたぬき工事商店街もいよいよラスト。個性豊かなお店が集まる7丁目へ向かいましょう。たぬき工事7丁目、タイムスリップしたみたい。唯一初代アーケードが残るレトロでディープな終着点。さあいよいよたぬき工事商店街のラスト7丁目へやってきました。1丁目から歩いてきた方はここへ入った瞬間、あれ、なんだか雰囲気が違うぞと感じるはず。実はその理由があるんです。1丁目から6丁目のアーケードは1982年に建て替えられた2代目ですが、ここ7丁目だけは1958年から1960年頃に設置された初代アーケードを今も大切に使い続けています。頭上を見上げると、どこか懐かしい昭和レトロな雰囲気がそのまま残り、まるでタイムスリップしたかのようなノスタルジックな世界が広がっています。
そんな7丁目は長年愛される老舗専門店と個性でディープなお店が共存する大人の隠れ家のようなエリアです。まず訪れたいのが1927年創業の老舗お茶屋河野園安中茶舗。独自の焙煎で仕上げる香り高いほうじ茶が評判で、お店の前を歩くだけでもふんわりと漂うお茶の香りに癒されます。さらに長年親しまれている中古レコード店など、昭和の時代からこの街を見守り続ける名店が今も元気に営業しています。北海道ならではの特別な味を体験したいなら、旅人キッチンへ。エゾシカやヒグマなどのジビエ料理が味わえる北海道らしさあふれる貴重なお店です。そしてラーメン好きから圧倒的な支持を集めているのがラーメン札幌赤星。リーズナブルな価格でラーメンを楽しめる人気店で、卓上のサバニンニク粉を加えて味の変化を楽しむのが常連さんおすすめの食べ方です。ここは特に塩ラーメンが人気です。夜になるとお酒や食事をゆっくり楽しむ人が集まり、7丁目はさらにディープで魅力的な大人の街へと表情を変えます。そして時間に余裕があればぜひ足を伸ばしてほしいのがたぬき工事8丁目。8丁目は公式には別の商店街ですが、古い建物をリノベーションしたカフェやバーが点在し、近年注目を集めるエリアです。7丁目からそのまま歩けば札幌の新しい魅力にも出会えますよ。こうして1丁目から7丁目まで歩いてきたたぬき工事商店街。約900メートルのアーケードには150年以上の歴史、北海道グルメ、個性豊かな店、そして地元の人々の日常がぎゅっと詰まっています。初めて札幌を訪れる方も、何度も訪れている方も、歩けばきっと新しい発見があるはずです。ぜひあなただけのお気に入りのお店を見つけながらたぬき工事をゆっくり散策してみてくださいね。このチャンネルでは札幌観光に役立つ情報も配信しています。もしよかったら関連動画も見てみてくださいね。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。